心の糸ラジオ。お疲れ様です。こんにちは、こんばんは、おはようございます。さくすいです。こちら今回も心の糸ラジオ届けていけたらなと思います。今日も一日お疲れ様。今日のタイトルは自信がない時ほど言葉は鋭くなり相手を傷つけるというお話をできればなーって思っております。本日は2024年の8月11日、今日が日曜日かな。一応世ではお盆に入って一応3連休の2日目だから、一応月曜日は自分もお休みで、人によってはお盆休みがあるからどこかに行ったりとかイベントを参加したりとか、そういった過ごし方をしているんじゃないかなって思うんだけど、自分は特に予定もなく、ちょっと明日家族のところに行ってご飯を食べるっていうのは一応あるイベントとしてはあるんだけど、なんか大きいイベントは特になくて、自分のやりたいこと、声を届けることをいつもとやってることは変わらないかもしれないんだけど、やりたいことをやるお休みを過ごさせてもらっています。今どういうお休みを過ごしているのかな。ちょっとね世間的にすごく暑い日が続いてるからさ、なかなか外に出ようっていう感じにはならないから、なんかお休みとかこういうお盆休みだからどこかに行こうっていう、そういうのも自分はあんまり好きじゃなくてさ、別になんかね、どこかに行くことが正義でもないし、一番は家にいることが幸せって思ってるリスナーが多いと思うんだけど、人それぞれその楽しみ方があるからさ、その他人に自分の幸せを共有するのはいいんだけど、なんて言うんだろうな、休みの日にどこか行かないのおかしくない？どこか行けばいいじゃんっていう、そういうなんか幸せの押し付けはあんまり嫌だよねって思いながら日々を過ごさせていただいています。本当に自分は自分のやりたいことを YouTube でもファンティアでも X でもやりながら活動を、自分なりの愛を届けて今も活動をさせていただいております。今自分の行きたいところ、君は今なんか行きたいところとかってあったりするかな？もしよかったらコメントで教えてもらえたら嬉しいんだけど、自分はね国立博物館なのかな、なんか国が管理してる博物館があるんだけど、その近くには国立美術館っていうところもあるんだけど、そこにはねなんていうザ博物館、動物の剥製だったりとか、恐竜の動物の森でいうさ、なんていうんだろう、化石を掘って家具を置いたらボンって出てくるやつあるじゃん。あれが実際に博物館にあって、超王道な恐竜の博物館だったり動物の剥製の博物館なんだけど、そういうのをさ、あんまり自分は見たことなくて、自分の小さい頃はあまり正直恐竜とかそういうのに憧れたことがない子供だったから、なんかでもそういう大きい圧倒されるものをすごく見たくて、そういう博物館に行きたいなってのも思うし、美術館も
最近になって、最近ではないんだけど、なんかその美術的なものに触れるのがすごく好きで、人の芸術とか、そういうものに触れるのすごい好きで、その国立博物館の近くに国立美術館っていうのがあるんだけど、正直、絵に対しての、知識はそんなにないんだよね。でも唯一、モネがすごく自分は好きです。あんまり言ったことないかもしれないんだけど、モネの絵柄がすごく自分は好きなんだよね。普通にモネ絵で検索してもらえればわかるんだけど、あの色の使い方だったり、その自然をメインで扱ってるだったり、あのタッチがすごく自分は好きで、こういう絵を描けたらいいなと思いつつ、すごく、なんだろうね。見るだけで癒されて、逆にそれしか知らないから、もっともっと、知っていけたらなって思うんだけど、今すごくモネが自分は好きで、それを、実際に見たことはないから、ちゃんと実際に見て芸術に触れて、日々届けるものの、モチベーションにつながったらなって思うから、そこに行きたいなっていうのを思うんだけど、君は今、どこかに行きたいところあったりするかな？夏だから家にいたいっていう気持ちすごくわかるから、別に行きたいところがなかったらいいんだけど、なんだろうね。川とかいいよね。この炎天下の中、キンキンに冷えた水に飛び込んだりしたり、なんだろうな。その飛び込んだ後にバーベキューして遊ぶってのもすごくいいかもしれない。いかんせん友達が少ないからそういうことは自分はできないんだけど、憧れたりはする。だからリスナーとオフ会をして、川辺でバーベキューをすると。で、俺は焼くの好きだから、俺は焼いてみんなに食べさせてあげたいっていう、そういうオフ会ができたらいいなと思うんだけど、正直人見知りなところがあるんで、自分は、そうだな。なんだろう。あまり話さず、黙々と俺が主催するオフ会なのに、黙々と、焼いてみんなに食べてもらってっていうことを、もし仮にね、オフ会をするならそういう感じになるんじゃないかなって思います。自分のリスナーさんは、自信はないけど、なんだろうな。人当たりはいいと思うんだよね。なんだろうな。自信がないからこそ、話そうとかって思うし、そういう人が多い分、話が合うと思うから、自然と会話が生まれる、そういう輪になるんじゃないかなって思うから、変にそこは心配もしてないし、自分が話さなくても勝手に話してくれるのかなとも思うんだけど、一応主催する身としてはちゃんとなんだろうね、話をうまくなるというか、話がうまい方向に進むように流さないといけないなっていう妄想をしたりもするんだけど、そういうことを妄想するのも悪くないかなって思いながら日々君のことを考えておりますすごいね、関係ない話を今もう9分25秒もお送りしている今なんだけど、自分のラジオは話したいことを話して、この心の伊藤ラジオも、初めて聞いた方もいると思うので、10分にしてこのラジオどういうラジオなのかを説明させていただくと、すごくシンプルです。今自分が思っていることを心の言葉としてお届けするラジオ。
っていうことになってます。嘘偽りない自分の今思っていることをお届けするラジオになっております。まだまだ正直このラジオをするのも数回とかにはなるんだけど、自分は日々シチュエーションボイスを届けたり、愛を届けることを大切にしているんだけど、やっぱりその中でも言葉を届けて、声を届けて、なんだろうな、自分が人として成長したいっていうのもあるし、聞いてくれてるリスナーさんたちにも何かの気づきとか生きる支えとかになれたらなって思っていて、言葉を伝えることをすごい好きだから、こういったラジオをやらさせていただいております。すごくなんて言うんだろうな、自己満足というか、本当はこれは自分は言葉を届けるだけですごく満足しているんだけど、これを聞いてすごくためになってるよとか、そういう声をいただけるので、今も続けさせていただいております。本当にいつもありがとうございます。なんかいろいろな時に聞いてくれているみたいで、寝てる時とか寝る前とか、家事をしながらとか、何か作業をしながらだったりとか、ちょっと心が不安定になった時とか、いろんな時に使ってもらっているみたいで、本当にありがとうございます。で、ちょっと本題に入る前に話したいことがいっぱいあるな。改めて自分はいろいろと支えているんだなと思っています。支えられているんだなっていうのを改めて思っていて、日々 X とか SNS で活動させていただいて、 YouTube へのコメントもすごくいただけて、すごく温かいコメントありがとうございます。あと自分は LINE の公式アカウントをやらさせていただいていて、そこでメッセージも送ったりするんだよね、みんなに向けて。君に向けて。そこで返信も必ず時間がある時に見させていただいているんだけど、なんか個人的なメッセージはできない、送れるメッセージの数とかもあるから、送れてはいないんだけど、見させていただいてます。その中でやっぱり改めて支えれているんだなっていうのを深く感じれていて、人によってはなんだろうな、手術言えてるかな、大きな手術があったんだけど、自分の声を聞いて成功することができましたとか、あとはメンタル落ちてたけどなんとか支えになってますとか、人生を卒業することを考えていたけど、俺がいたから、この声があったから今を生きれてますとか、嫌なことあったけど前向きに生きていますとか、そういう声もいただけて、すごく自分は嬉しく思うと同時に、もっともっと愛を届けたいなって思っているので、これからもどうかよろしくお願いいたしますめっちゃ話したなーっていう感じなんだけど、本題ね。自信がない時ほど言葉は鋭くなり、相手を傷つけるっていうので、今回お話をできたらなって思うんだけど、なんか自分も最近はそういうことがあったわけではないんだけど、ちょっと前の自分は結構こういうことが多かったなって思っていて、活動でもそうなんだけど、リアルな世界でも、お仕事場でもこういうことを結構あって、聞いてくれているリスナーの子ももしかしたらこういうことあるんじゃないかなって思っていて、
自信がない時ほど言葉鋭くなっちゃって、自分が気づかないうちに相手を傷つけているっていうこと。もちろん自分自身それを理解しているんだけど、どうしてもその言葉が鋭くなっちゃうっていうこと。もし、自分事で話すと、なんだろうな。自分に余裕がなかったり、仕事で、パンパンになると、他人への思いやる言葉をかけることができなくなっちゃう。なんか日頃、なんだろうな。丸い言葉というかさ、空気を読む言葉だったり、相手を尊重する言葉を大切に生きてはいるんだけど、そういう追い込まれた時になると、そういう言葉を、相手を尊重する言葉をかけることができなくなっちゃう時が自分はあったんだよね。で、そういう時の言葉ってすごく、相手を傷つけやすくなっちゃうんだよね。そうだよね。相手を思いやってない自分の追い込まれた時の言葉だから相手を傷つけやすいと。で、そういう言葉って正直冷静に今は何も追い込まれてないから考えると誰も幸せになってないんだよね。すごくこれって難しい。でもこういうことを冷静に考えてみて、少しでも相手を傷つけないようにするにはどうしたらいいかっていうのを今日は考えていこうかなって思ってる。なんか少しでもね、なんか難しいけど、どういう状況でこういうことになってしまうのかっていうのを冷静に考えて、少しでもね、自分のためにも相手のためにも成長していけたらなって思うから、何かのヒントになればなって思ってお話をさせていただきますじゃあ何から深掘りをしていこうかなって思うんだけど、じゃあまず第一に、自信のない言葉が、自信がない時に出る鋭い言葉がどう相手に影響しちゃうのかっていうのをお話しできればなって思うんだけど、正直自信がない時って人とか相手を守るっていうことよりも自分自身を守ることを大切にしがちではあるんだよね。自信がないからこそ塞ぎ込んで自分を大切にするのは普通にあることなんじゃないかな。自己防衛っていうのかな。心が不安定になって起こりやすい出来事ではあるんだけど、やっぱり自信がない時だからこそ、そういう言葉は出がちっていうのを改めて、頭の中に置いておくのは、すごく大切なんじゃないかなって、思っているんだけど、すごく難しいよね。ここ。すごく難しい。緊張したりとか、自信がない時。よくあるのが、仲いい友達とか、身内、そういう近い存在だからこその、そういうことってありがちなんじゃないかなって思っていて、近い存在だからこそ、なんだろうな、自分を大きく見せたいっていう感情も働くし、近い存在だからこそなんで自分のことを分かってくれないんだっていう
ことになって、あの言葉が鋭くなって気づいたら相手を傷つけているっていうことはあったかなって、自分もあったかなって思う。まあ正直さ、自分の発する言葉がもしかしたら傷つけることがあるかもしれないっていうのを常に意識するのすごく難しいし、そればっかり考えちゃうと何も発言できなくなっちゃうから、すごく難しい。自分もこうやって言葉を届けたり、愛を届けることって大切なことであると同時に、一つやっぱり責任もあったりするんだよね。まあ100人のうち100人に自分のこの愛が届いてほしいとはやっぱり思わないんだけど、自分の発する言葉がいいことであっても誰かを傷つけてしまうことってあるっていうのを十分に分かった上で自分の発言をするってのはすごく大切であり責任であるんじゃないかなって思う。まあ冷静に考えて、やっぱり自分自身を守ろうとするがゆえの鋭い言葉で出ちゃうんだなって思っていて、でも相手って自分が追い込まれてる状態っていうのを判断するのって正直難しいと思うんだよね。まあ日々自分はいろんな思いを届けているんだけど、正直自分が何を考えてるかっていうのを100% わかるって言われてもわかるよっていう人はわからない、いないと思うんだよね。まあ正直相手を理解するっていうのはすごく難しいから。だからなんだろうな。まあ正直ね、相手側に立ったり思いやるっていうのはすごく体力がいるし疲れる。だからこそ自信がない時にそういう体力を使いたくないからこそ鋭い言葉が出るっていうのは分かっているからこそ、相手を思いやることは大切なんじゃないかなって俺は思ってる。すごくここら辺は難しくなってくるんだよね。疲れてる時に体力は使いたくないわけで、でもそういう疲れてる時だからこそ俺は相手を思いやる気持ちは大切にした方がいいんじゃないかなって最近思うようになってきたかな。まあ自分が疲れてる時に相手にその疲れを表現するのはまあ悪くないかもしれないけど、それだけだと相手を引っ張るだけだし、なんて言うんだろうね、一緒に沼に落ちてる感じ。よく言うと傷の舐め合いになるのかな。そういうのは自分はあんまりしたくないなとも思っていて、じゃあだよ、じゃあどうすればいい、じゃあどうすればいいってなってくるんだけど、まあこういうことって、自信がないとかそういうことって結構そのシンプルで、自分もこの心の糸ラジオで伝えている通り、すごくやることは結構決まっているんだよね。何をしなきゃいけないっていうのは。だけど自分は今思うことを今の言葉で伝えたいからこういうことを伝えているんだけど、
やっぱり自分自身を見つめ直すことはすごく大切なんじゃないかなって思ってる。自信がない時に、なんで自信がないのかっていうのを知ること。だから自分自身を知ることが何よりも大事なんじゃないかなって思っていて、他人から見えて自分はどう見えてるのかっていうのを常日頃考えなくてもいいと思うんだけど、正直自分っていうか自分自身はさ、一人じゃ生きていけないわけじゃんね。自分もそうだよね。一人で生きていけない。自分のこの活動も活動者じゃないな、リスナーとか視聴者、聞いてくれる人がいるからこそこうやって続けていけているわけだし、こうやってマイクがなかったらこの音質で届けていけないし、人は一人で生きていくことができないっていうこの難しい世の中の中で、どれだけ相手のことを思いやれるかっていうのはやっぱり大切になってくるんだなっていうのは最近思ってるより。人のことは嫌いだし、コミュニケーション取ることもすごく嫌なんだけど、でもやっぱり相手を思いやる気持ちはとても大切だなって思っている。もちろん自分のやりたいこととか、自分のわがままっていうのもすごく大事だし、相手の気持ちよりも自分の気持ちの方を尊重する方が自分は大切だと思うんだけど、でも自分のこの思っていることとかやりたいことっていうのを相手に分かるように伝えることってすごく大切だなって思っていて、さっき言ってた理解っていう話にもそうなんだけど、相手のこと、相手がどう思ってるのかを理解してあげるには、相手がどういうふうに自分自身を考えて思っているのかっていうのを口で説明しないとわからないと思うんだよね。だからちゃんと伝えること、自分が思っていることを相手に分かるように言葉にするっていうのはすごく大切になるんじゃないかなって思ってる。でもその時の言葉は別に綺麗じゃなくてもいいんだよね。クソとかそういう汚い言葉も中には大切だと思ってる。関係性にもよるけどね。そういう言葉も中には必要なんじゃないかなって思ってたりする。で、そういう時のその汚い言葉を使う中で綺麗な言葉を使うギャップもすごく大切だから、それは相手に合わせながら言葉にするのはすごく大切なんだけど、何かというと多分一番大切なのは自分の考えていることを言語化することが生きていく中ですごく大切なんじゃないかなって思っていて、そして自分の思っていることを言語化するその後に相手に伝わるように言葉にするっていうのがこの生きていく中ですごく大切なんじゃないかなって思ってる。自信がない時ほど言葉が鋭くなって相手を傷つける理由としては、やっぱり相手は理解してくれない、私のことを理解してくれないって思ってるから
逃げじゃないけど、なんて言うんだろうな。もう諦めっていうところから、もういいよっていう、なって、諦め含めての鋭い言葉になったりもすると思うんだけど、まあ、それでいいならいいんだけど、喉出しちゃった。仮にその環境を良くしていきたいって思っているのであれば、すごく大切なこと、思っていることを言語化して、で、言語化できたら、相手に伝わるように言語化することがすごく大切だなって思っていて、もう少しわかりやすくお話しすると、自分がお届けしているものも相手がわかりやすいように言語化することが大切なんじゃないかなって思っていて、本当にありがたいことだし、天狗になるような発言はしたくはないんだけど、一般的な声の活動者よりも多くの方から支持をいただけているっていう自負はさせていただいています。それが一つの自信になってるし、普通よりも多くの人を魅了して、なんて言うんだろうな。より多くの人を楽しませている、いるんだけど、すごく本当にありがたいことにね。それってなんでかって思うんだけど、それは、自分を知ってくれて、自分がどういう人間なのかって分かってくれているからっていうのもあると思うんだよね。声が好きとか、自分の届けるヤンデレのシチュエーションボイスが好きっていうのももちろんそうだけど、自分の人間性を知っているからこそ好きって思ってくれてたりすると思うんだよね。だから中にはなんだろうな、先生からの言葉とか親からの言葉ってよりも俺から発する言葉の方が説得力があることが時にはあったりすると思うんだけど、それはそれの理由としては、より俺のことを知ってくれていて、俺から発する言葉だから信用できるっていう流れだと思うんだよね。で、これってなんでかっていうと、自分のこの作水っていう自分の言葉を言語化して君に伝わるようにお話をしてお話をしているからこそなんだよね。だから真似してみてとは言わないんだけど、こういう風な感じで人から好いていただける、好かれているんだなっていう目線もすごく大切なんじゃないかなって思うし、自分はすごく意識的にやって今があるっていうのは正直あるかな。意識的にこういうことをして人から好かれたいっていうのはあるから、人から好かれるには自分を知ってもらわないといけない、まずは。だから初めましての人に俺のこと好きになってよっていうのはおかしいじゃん。相手のことを知って自分のことを知ってもらって、そうだね、知ってもらって好きになるっていう方が長く関係は続くと思うし、より深く相手のことを知りたいと思うし、好きになってもらうと思うんだよね。だからすごく大切なんじゃないかなって思う。自分の考えを言語化して相手に伝わるように言葉を選ぶっていうのは大切になってくるんじゃないかなって自分はすごく思う。正直でも難しいね。ルーティーンも大切だなって思ってる。自信がない時、今自信ないなって思う時、何かすることはあったりする？このルーティーンってすごく大切で、
スポーツでもよくやっていること、簡単に話すと、野球をやっているイチローっているじゃん。あれもバッターボックスに立つ前に同じ動作をするんだよね。だったりバレーボールのサーブを打つ前の予備動作というか、繰り返す同じ行動とかあるじゃん。サーブを打つ前にやること、なんだろうな、周りの旗を、あそこの旗を見たりとか、こういう動作をするとか。自信がない時自分はやってるのは、深呼吸を一回する、心をリセットするような感じで、これをルーティンをやることによって何をするかっていうと、正常に戻す。なんだろうな、この深呼吸をすることによっていつもの状態に戻すっていうことでルーティンってやられているんだけど、すごくそれも大切だからおすすめかな。今自分は自信がないんだっていうのも客観的に考えることができるしね。だからすごく自信がない時は深呼吸をするってすごく大切。自分もやってたし、自分はゴルフを部活でやっていたんだけど、なんだろうな、1打目ってすごく緊張するんだよね。その時も自分は自分のやれることを頭に入れながら深呼吸をして1打目に入るっていうのをすごくやっていたから、すごくおすすめ。何に関しても深呼吸はすごくおすすめで、なかなかね、もうずっと言ってるんだけど、深呼吸って意識的にあんまりしなくないって思っていて、でも意識的にすることによって体に酸素を巡らしてるから、すごく心としても落ち着くんだよね。で、深呼吸した後は集中力も増すの。だから意識的にしていただけたらって思う。こんな感じかなっていう感じなんだけど、でもすごくさ、自信を持つことってやっぱり難しいよね。自信持つことってすごく難しい。自信がないこともすごく大切だよっていうのを前に X の方でお話しさせていただいたんだけど、自信があることはあることに越したことはないんだよね。いつもずっとお話ししてるんだけど、明日明後日すぐに自信がつくかって言われたら、そういうわけにはいかないんだよね。やっぱり物事つかみ取るには地道な作業が大切で、積み重ねることが大切になってくるんだけど、ずっと自分が話している通り、自信を持つイコール自信を育てていかないといけないなって思っていて、やっぱり大切なのは小さいことから積み重ねることが大切なんじゃないかなって思ってる。でもこれってすごく難しくて、小さな自信、小さな成功体験を常日頃意識すること、めっちゃ大切。朝早く起きれた、歯磨きができた、朝誰かにおはようを言えた、お疲れ様を言えた、すごく大切。で、自分はすごく今大切にしていることは、会社に行ったら元気に挨拶をしよう、元気にお疲れ様を言おうっていうのをすごく自分は今大切にして生きてる。すごく小さいことかもしれないんだけど、でもおはようございます、お疲れ様ですを大きく言えば大きく言うほど、相手も
返ってくるのね。その大きさで。その大きさわけじゃないけど、ちゃんと返してくれるの。それってすごく自分の中では満たされる。満たされるし、すごくこれをやった後だと、話しかけやすくなったかな。だから結構すごく自分はおすすめしたい。すごく当たり前だけど、当たり前なことも日頃できなくなってきちゃうってのが人間なんだよね。小さい時に大きく挨拶をした方がいいよって言われてるかもしれないけど、今できにくい。だからちょっと恥ずかしいけど、言ってみると世界変わるよ。やってみてほしい。朝、誰でもいい。いつも言っているおはようをちょっと大きくおはようって言ったり、おはようの後に少し一言二言付け加えるのもいい。おはようって。あ、今日の髪いいねとか。あ、服装かわいいねとかもいいし、髪色綺麗になったとか。思っているけど伝えてないことを言葉にするだけですごく環境が良くなると思うし、ちょっとずつ自信もついていくし、相手の自信にもなっていくと思うんだよね。だからある意味その自信をつけるっていうのは、自分自身に自信をつけることも大切なんだけど、置かれている環境とか周りの人に自信を与えることも自分自身に自信をつけることに大切になってくるんじゃないかなってすごく自分は思っていて。だから今はね、服装かわいいとか髪型綺麗だねとか言うのもセクハラとかパワハラにつながってくるちょっと狭い世の中だけど、自分はそういうことも大切にしたいなって思ってるんだよね。今日の服装かわいいねとか。でも服装かわいいねっていうだけだとちょっと薄い言葉になるから、今日のその服装の色綺麗だねとか、あとは何その服めっちゃいいデザインとか、もうちょい何が好きなのかっていうのを話すのはすごくいいんじゃないかなって。それが異性でも同性でもいいと思う。俺が男に髪型いいなと思ったら全然今日の髪型めっちゃいいねとか、髪切ったのとか言うのもやっぱりすごく大切なんじゃないかなっていうのは思っていて、そういった言葉が相手の自信につながったりするし、それで自信持ってくれたら信頼度も上がるし、話しかけてくれるし、環境良くなって気づいたら自信につながっているっていうことも自分は意識的にやっていたりするかな。だからある意味その自信をつけることは自分自身の自己肯定感を上げるだけじゃなくて、置かれている環境とかその身内とかの自信をつけさせることで、つけさせるっていうのはちょっと言葉あれかもしれないけど、自信に導くことによって環境が良くなったりする。そういうことで周りを明るくすることによって自分の話したいことも話せるし、相手を知ることによってそこから余裕も生まれて自分の本当に話したいことも話せるようになってくるんじゃないかなって思ってたりするから、案外自信をつけるときって周りの環境も大切なんじゃないかなって思ってるからこそ、相手を思いやる気持ちっていうのはすごく大切なんだよっていうことを今回伝えられたらなって思ってる。あとは自分を肯定する言葉もすごく大切。
自分は天才。俺ならできる。人を魅了する。声で人を支える。まあ、これを自分、言葉にしなくてもいいけど、思うことめっちゃ大切だなって思ってて。自分は唯一無二を届けられるとか、私は、これなら負けないとか、私は天才とか、やっぱ、こういう、言霊とか、思い玉っていうのは、めちゃくちゃに大切だから、思うことを大切に、こういう言葉にするのもすごく大切だなって思う。だから参考にしてもらえたらなって思う。まあやっぱり自分は天才って思うことを思って生活するのはいいかもしれない。わかんない。何の天才かはわからないんだけど、そう思うこともやっぱり大切だし、まあ言葉にすることもやっぱり大切かなって思う。自分の思っていることを言語化して相手に伝えることはすごく大切だなって思うかな。まあ正直それぐらいかな。自信がない時ほど言葉は鋭くなり相手を傷つける理由と、それの解決方法とヒントを言葉にしてみました。まあ伝わったかはわからないんだけど、改めて思うのは、こうやって自分の考えを言語化して相手に伝えるっていうことはすごく難しいことだけど、でもこれができれば人を魅了できるし、自分も分かってもらえるから、いろんなところの環境で使えると思うんだよね。自分はこのスキルを喉鳴った、この声の活動っていうところで使わさせてもらっているんだけど、でも今聞いているあなたも職場だったり恋人だったり家庭環境だったり家族だったりとか学校とかに使うことができると思うんだよね。それで信憑性として使えるかわからないんだけど、こうやって自分の言葉を相手に伝えることで、こうやって多くの人に支持されるんだよ。これが俺がこうやって言葉に伝えて伝えてこういうことを言える証明になるかな。何も成し遂げてない人の言葉っていうよりかは、こうやってイメージして伝えることも大切なんじゃないかなって思っているし、これが俺の証明ではある。まあありがたいんだけどね、本当に。タイミングもあるし、人それぞれ好きになってもらえるその基準とか難しいから、計画的に好きになってもらえるっていうのはまた難しいところにはなってくるんだけど、人それぞれ魅力があるし、だから自分も自分で今が当たり前じゃないっていうことを毎日思って好きを伝えていけたらなって思っております。ということで本日も心の糸ラジオ、これで終わりにしたいと思います。もしよければ今思うこと、あなたが考えることをコメントでいただけたらなって思っております。もしいいなって思ったらチャンネル登録、高評価、感想をお待ちしております。本日もご視聴いただきありがとうございました。今日明日があなたにとって、俺にとってもいい日になりますように。それじゃあまた次の動画で。それじゃあまたね。それと今日も生きててくれてありがとう。Thank you。それじゃあまた次の動画で。またね。